Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は心を整え未来をデザインし行動につなげる30分、最近のモーニングルーティンをお届けします。皆さんは朝の時間をどのように過ごしていますか？慌ただしく支度をして気づけば一日がバタバタと過ぎてしまう、そんな日もありますよね。今日は100均などのプチプラ文房具を活用しながら朝の一人時間の過ごし方をご紹介します。忙しい日々の中でも自分を大切にできる朝の習慣を身につけたいということで、早速行ってみましょう。まず最初の10分は心を整える時間です。ダイソーのお気に入りノート B5 サイズの A 文字風ノートというアイテムを使って朝一番にジャーナリングをします。朝ってまだ頭がぼーっとしていたり、逆にあれやらなきゃこれやらなきゃって気持ちがバタバタしていたりしますよね。そんな時におすすめなのがジャーナリングです。ジャーナリングというのは簡単に言うと、思っていることをそのままノートに書くことです。今日はどんな気分とか、今何が頭の中を占領しているとか、本当に何でも大丈夫。例えば私の場合は3時に目が覚めてトイレに行ったとか、最近3年日記書いてないなとか、その時思ったことをそのまま書いています。書くことで頭の中がすっきりして、なんだか新鮮な気持ちで一日がスタートできるし、自分の心の中のモヤモヤとか不安、期待などを紙に書くと心の中が自動的に整理されるのでおすすめです。最初は適当に書いていても続けるうちに自分の気持ちに敏感になれます。思ったよりも簡単で効果的なので、ぜひ皆さんもやってみてください。ジャーナリングで心を少し整えたら、次は未来をデザインする時間です。ここでは特に1週間後のご褒美だったり、1日後のご褒美だったりを考えます。小さな楽しみを設定すると、ちょっと頑張ろうかなと自然に思えますよね。あの楽しみがあるから今日はこれを頑張ろうとか、想像するだけで楽しいです。撮影した日は木曜日、月曜日から水曜日までは自分のために時間が使えなかったので、木曜日からの貴重な時間を大切に使いたくて、いろいろご褒美のアイデアを書き出してみました。使ったのはフライングタイガーで購入したメモパッド。少し大きめサイズのものを使って週末に何をするか、どんなご褒美だとワクワクするか一覧にして書き出します。これは以前に手帳リセット術でご紹介した気持ちをリセットする方法です。ちょっと生活リズムがおかしいなとか、手帳を開けてないなと思った時は、私もよくこの方法で気持ちをリセットしています。切り替えスイッチみたいな感じかな。子供たちとお風呂に入るのも楽しいけど、たまには一人でお風呂に入りたいなとか、お風呂でアイスを食べる背徳感を味わうとか、自分だけの特別なご褒美を考えます。この未来をデザインする時間でご褒美を決めて、それを実際にやっていく。これって計画して行動したことが小さな成功体験の連続になっているみたいで、どんな時でもエネルギーの高い状態になれるという良い循環を手に入れることができます。たくさん書いていますが、今週末のご褒美は一つ。この中から選ぶ予定です。どれも想像するだけで嬉しくなったり、ワクワクするというところが最大のポイント。こういう時にお気に入りの文房具を使ったり、新しい文房具を使ったりすると、さらにモチベーションがアップしますよね。ちなみに未来をデザインする時間は、特に心が少し落ち着いていて明るい気分になれる朝の時間にやるととっても効果的です。私も結構いろんな本を読んでいますが、
世界で活躍しているスポーツ選手たちなども朝の静かな時間に自分の夢や目標を書き出して未来をデザインしています。やっぱり朝のルーティンとして未来設計を取り入れるのは前向きになれるし最高ですよね。たった10分ゆっくり時間を取るだけで自分の可能性が広がるって素敵なことだと思います。この週は特に疲れていたんですが、ご褒美を書き出して想像してとやっているうちにだんだん気分が上がっているのを実感しました。さて、残り少ない週のご褒美は何になるでしょうか。ファンタジードットマーカーの赤ペンでチェックをつけます。どれにしようかな。今週はこちらです。蜂蜜紅茶をゆっくり飲むに決定しました。ささやかな自分だけのご褒美です。まだまだ時間があるので、ご褒美を決めた後にバレットジャーナルを楽しみます。この動画を撮影したのは1月の終わり。手帳の中に普段どんなことを書いているのか少し詳しく見ていきましょう。といっても特別なことは特に何もしていませんが、一応解説していきますね。私はその月に使う文房具をあらかじめ決めてるので、そのカラーの中でいろんな楽しみ方を探します。YouTube では毎月おすすめのイラストとかモチーフをご紹介していて、それは自分の手帳でもアレンジしながらたくさん活用しています。2月は節分があって鬼のイラストを考えたので、自分の手帳にもそのまま書いてみました。イラストを考えているときはイラストモードなので書き方がスラスラと出てくるんですが、こういう普段のぼーっとしているときは、あれ？鬼ってどう書くんだっけ？と書き方を忘れていることがほとんどです。だからマンスリーイラストを見返したりして書くこともありますよ。すべて売り切れてしまっていますが、手帳の時間オリジナルノートは紙が厚いので、どんなペンで書いても裏抜けせず、気持ちよく文房具が使えるところが本当に気に入っています。はい、こんな感じでどんどん書いていきました。今はもう3月になろうとしています。3月のセットアップ動画とか、3月におすすめのマンスリーイラスト、4月5月6月のセットアップテンプレート、それぞれ使う文房具もご紹介していますので、ぜひ他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。毎月同じじゃなくて少し変化をつけて、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。最後は行動につなげる時間です。朝のうちに今日の具体的な行動計画を立てます。バレットジャーナルなので、すべて箇条書きでパパパッと計画を立てました。一日の始まりを動き出すための鍵。予定を書き出したら、お気に入りの付箋を使って今日の自分にエールを送ります。自分自身を励ます言葉。疲れていたりやる気がない時は特にこの方法がおすすめ。自分自身にエールを送ることで、自分の内側から力が湧いてくるのを感じるからです。朝のその一言がその日の全体のムードを決めます。もう一人の理想の自分が励ましてくれてるような、そんな感覚で自分自身を応援すると、やる気やエネルギーがぐんぐんアップしますよ。皆さんもぜひ朝のルーティンの最後に静かに書き出してみましょう。小さな一言が積み重なるとすごく元気が出てきます。この日はどんな時でも小さい幸せを見つけることが大きな幸せにつながるというメッセージを自分へ送ってみました。この習慣は今でも続いています。さて、今日ご紹介した30分のモーニングルーティーン、心を整える時間と未来をデザインする時間、行動につなげる時間の3ステップはいかがでしたか？忙しい中でも自分を大切にするための貴重な時間。動画のコメント欄で皆さんのモーニングルーティンや
この動画の感想なども教えてもらうととっても嬉しいです。一緒にもっと素敵な毎日をデザインしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。